この動画では切り欠き墨で失敗しないプロのテクニックをご紹介いたします。そして完璧な加工のために誕生したジグも登場します。ぜひ最後までご覧ください。皆さんは切り欠きの墨をどうやって描きますか？現物を置いて材料の外側から囲む方も多いと思います。簡単な方法ですが、材料の外側へ記入するため、そのまま切ると緩くて使えません。理想は少しきついくらいがいいので、材料の幅よりわずかに小さく切る必要があります。しかし、これでは材料の内側へ墨はかけません。これを外墨と呼んでいますが、100% 材料幅をオーバーします。次に、材の内側へ描く内墨と呼んでいる方法です。途中までは一緒。違うのはここから。定規ではなく材料を移動させます。定規は固定したまま。そして線を描きます。外墨との違いがわかりますか？ペンの基準が材料から定規へ反転していますよね。この場合、線は材料の内側に相当する位置へ記入されます。たったこれだけのことです。材料との境界に定規を残すとフェンスの役割を果たします。オフセットについて、定規の際までペン先が届きません。定規と線の隙間がオフセットです。このペンの場合、0.3 ミリ前後でオフセットされます。この方法では、墨線が材料の幅を超える心配はありません。内墨の手順です。内墨はカット時に墨線も切られるため、消す手間が省けます。内墨プラス外墨です。オフセットを内と外で打ち消す方法。材料幅とぴったりですが、オフセット分が移動します。これは上級者に向いています。最高の墨付け用ツールをご紹介します。片側を直角に固定し、常に基準とします。ここは特別な理由を除き、動かすことはありません。コピーする材料を挟むと同時に、締め付け具合も調整します。厳密に言うと、これにクリアランス分が加算され、多少きつくなります。通常は墨を消す切り方で問題はありません。現物合わせが難しい大きな材料などでも便利です。MDF 側のラインを目安に合わせられます。ここのラインと記入されるライン位置は同じ位置で伸びます。このチャンネルの IQ ルーラーと同じ原理。非常に速くて正確です。適正なカット位置は必要条件や器具により変化します。一番簡単なのが刃物で切る方法。
片刃のカッターなのでクリアランスは 0.1 ミリ程度。切ったラインで完璧な結果を得られます。何も考える必要はありません。ぴったりですね。切り欠きは 0.1 ミリ単位のコントロールが必要です。材料は個々に誤差を持っており、そこを反映させることが重要です。1本ずつ確認する際も、このジグなら極めて簡単。ゲージへ合わせるだけなので1秒で確認できます。幅の変更が必要な時でも10秒程度で完了します。完璧な加工に必要なアイデアが満載されたジグでした。